シ色の建築に向かってという、人じゃなくて人々のためにというレクチャーを始めてください。はい、なるほど。芦田さんいいですか？玉虫色。もちろんいいです。いいですか？やってください。はい、はい、大丈夫ですか？後から突っ込みますから。はいはい。八代という九州の町でやっている、伝統芸能伝承館ってお祭り伝承館みたいなものを最後プロジェクトとしてご紹介してたんですけれども、言ってみれば非常に高度なテクノロジーを使わないとできない複雑な形状の屋根を、伝統的なものの延長として作っていくというような、ちょっとこの伝統とテクノロジーがどういうふうに交差できるか、それからその地場産材のその木材というようなその場でなければできないものっていうのとどういうふうに融合するか、今しかできないしかしながらある種の伝統を受け継いだ場所っていうのを作るっていうことをやったというのがこのプロジェクトです。それで小千谷っていう新潟県の町で今ちょっとプロジェクトやってて、非常に雪深い町なんですよ、新潟の。でそこでだいたい人口が3万5千ぐらいの町なんですけれども、そこに図書館と郷土資料館を作るというプロジェクトなんですね。これが敷地の写真なんですけど、行ったら分かったんですけど、この越後三山っていうのがものすごい綺麗に見えるんですよ。まず屋根の上の形としては越後三山とか気球のお祭りとか花火とかいろんなものが見える方向に、それぞれに見えるものに対して座れる場所があるような、なんとなく美地形を作るっていうことです。それから屋根の下に関しては、これはちょっと僕の独断と偏見もあるんですけど、小千谷縮みたいなこういうシワになったような尾根線と網線が絡み合ったような造形物を作れないかっていう、これは僕がわざとらしく小千谷縮みのスカーフをしてワークショップに行った時の様子なんですけども、結局最後まで誰もこのスカーフについて突っ込んでくれなかった悲しい日の思い出なんですけど、市民が何をやりたいかっていうのが非常に多様化していて、もう全然一個の傾向として捉えられないわけですよね。この写真にあるように実際のその模型を見ると、ここでこんなことがしたいとか、この2つを組み合わせたいとか、これはこの辺にあった方がいいとか、あの辺にあった方がいいとか、いろんな意見が出てくるわけなんですよ。で出てきたものを今度は、また同じようにそのアンカー同士がどういうふうに近い遠い、どこに分布していなきゃいけないかっていう意見を、またこれもある数理的な方法論でバネモデルとして評価したんですね。この時に僕が知りたいのは、機能的な役割はすごいニュートラルなものになってるんだけども、何が新しくて何がそのままなのかっていう、なんか価値の置き方っていうんですかね。その自然環境というものが、雪も降りますし変化するわけですよね。でお祭りもあるから、人の活動も何かビビッドに変化すると、そういう一連のバイオリズムみたいなものが、なんか全部共鳴するような場所っていうのが、それは古くて新しいんじゃないかなっていう感覚でしょうか。建築学生の4回生なんですけど、戦争とか災害って結構負の方へ急速的に時代が流れてるんですけど、そういったものに対して建築とか空間ってどういうふうに人に寄り添っていけばいいんですかね。僕がね学生の時1995年ぐらいだったんだけども、神戸の震災があって、それからオウムの地下鉄サリン事件がありました。で就職して間もなくして2001年にはセプテンバー11があり、なんか何にもないっていう時ってそんなにないなと思うんですよね。逆に常にどこかで、あるいは別にどこかっていうより、このコロナのことも含めて自分自身に降りかかるものとして何か起こってる時の方が多いとまでは言わないけども、
かなりのパーセンテージであるんですよね。だからもうちょっと別の言い方すると、例えば家を建ててものすごく幸せな家族像のなんかこうもうこれが幸せだなって思う瞬間ってもしかしたら1回しかないかもしれないですよ。やっぱり建築の役割っていうのは何か一瞬であったとしても強く思い出せることとかっていうのを作ることなんじゃないかなと思いますけどね。それでは平田先生、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお見送りください。